こんにちは、みなすです。今回は神戸のおしゃれなカフェを5つ紹介したいと思います。以前作った神戸の隠れ家テックカフェの反響が思っていたよりも良くて、第2弾の動画を早速作りました。どのお店も神戸を感じさせるようなおしゃれなカフェばかりなので、ぜひ楽しみにしていてください。また最後には今回行った中で一番良かったカフェがあるので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。概要欄にお店の URL を貼っているので、思い出せるようにチャンネル登録しておくと便利だと思います。最初に紹介するのは JR 三宮駅から徒歩10分のところにあるフロインドリーブ本店さんです。このお店は登録文化財の元教会がカフェになっていて、建物自体は約100年の歴史があるそうです。今まで100以上のカフェに行ってきましたが、教会がカフェになっているのはここが初めてで、かなり驚きました。ちなみにお店の中は1階がベーカリー、2階がカフェになっています。2階のカフェスペースはもともとはチャペルで使われていた場所で、まるでヨーロッパに行ったかのような雰囲気を味わうことができました。そしてよく天井を見てみると、教会には珍しく木の梁が使われていて、西洋文化と日本の建築技術がうまく融合していました。また上を見上げてみると美しいステンドグラスがあるので、ぜひ皆さんも晴れている日に行ってステンドグラスが輝いているところを見てください。メニューに関してなんですけど、このお店はケーキとサンドイッチが人気で、サンドイッチは全体的に少しお値段張るんですけど、神戸牛が挟まったものが特に有名みたいです。今回僕はフレッシュタルトと紅茶のセットを注文しました。僕が行った時はドリンクセットがお得になっていて、ケーキと紅茶合わせて800円ぐらいだったんですが、初めにこのお店を Google マップで調べた時に高級って書かれていたので少し心配だったんですけど、行ってみたら意外とリーズナブルでした。この期間限定のセットが終わっていても、コーヒーや紅茶は500円から飲めるので1000円ちょっとぐらいでいけるんじゃないかと思います。フレッシュタルトは入り口にあるガラスケースから選ぶことができて、今回僕はショートケーキを選びました。普段はカフェに行ったらコーヒーをよく飲むんですけど、やっぱりこういったヨーロッパの雰囲気があるところってなんか紅茶飲みたくなりますよね。ふわふわでしっとりとしたショートケーキと紅茶、そしてこの建物の雰囲気が相まってすごく充実した時間を過ごすことができたので、皆さんもぜひ行ってみてください。続いて紹介するのは JR 元町駅から徒歩7分のところにあるブルーボトルコーヒーさんです。このお店があるエリアが旧入り口といって、レンガ造りの建物が多く異国情緒あふれるおしゃれな場所になっているので、デートや観光の際に特におすすめです。店内は天井の高い開放感のある作りになっていて、特に変わっているのが中心にあるバーカウンターなんですけど、真鍮の素材が使われています。この真鍮のゴールドの感じとすっきりとした白い空間がすごくマッチしていて、とてもスタイリッシュなお店になっていました。実はブルーボトルコーヒーさんは京都にも3店舗あって、京都にある店舗は古民家を改装しているんですが、また違ったおしゃれさがあるので、他の動画で紹介できたらなと思います。余談なんですけど、僕はもともと大阪に住んでいて、実は大阪のカフェに行く機会が多かったんですけど、ブルーボトルコーヒーさんはなぜか大阪には店舗がないんですよね。京都と神戸にしかお店がないので、いつか大阪にもお店ができたら嬉しいなと思います。メニューに関しては基本的にコーヒーがほとんどなんですけど、コーヒーが飲めない方のためにレモネードもあったりします。またトーストみたいな軽食はないんですけど、クッキーなどの軽いお菓子は置いてありました。僕はよくこのお店でカフェラテを飲むんですが、深入りの豆を使っていてコーヒーのコクがあってとても美味しいのでおすすめです。ブルーボトルコーヒーさんは他のコーヒーチェーンとは違って、注文が入ってから豆をひくので、コーヒーの香りをより楽しむことができます。なので少しこだわったコーヒーを飲みたいっていう方は、ぜひ一度ブルーボトルコーヒーさんに足を運んでみてください。次に紹介するのは神戸三宮駅から徒歩13分のところにあるスターバックス神戸北の偉人館です。このお店は偉人館を活用しているスタバで、全国でたった2つしかない登録有形文化財を使用しているスタバでもあります。ちなみにもう一つは青森県にあるそうです。
この建物は1907年に建築された木造2階建ての住宅で、建築当初はアメリカ人の方が所有していました。しかし1995年の阪神・淡路大震災の被害を受けた後、取り壊される予定だったものを2001年に現在の位置に再建したそうです。店内は元々の建築を残し、当時のフローリングを活用しながらラウンジ、ダイニングルーム、ゲストルームなど各部屋の雰囲気に合わせた調度品が置かれているので、部屋ごとに雰囲気の変わった空間を楽しむことができます。皆さんもぜひ神戸に行った際は異人館のスタバに行って当時の趣を感じてみてください。あと余談なんですけど、今海外の雰囲気を味わえるカフェ動画を作っています。なかなか今のご時世だと海外に行くことは難しいので、そのカフェ動画を見て少しでも海外に行った気分になってもらえたらいいなと思います。なので楽しみに待っていていただけると嬉しいです。また動画に関してのいいねやコメントをたくさんいただけるとモチベーションが上がるのでお待ちしています。続いて紹介するのは元町駅から徒歩15分のところにあるトゥーストゥースフィッシュインザフォレストさんです。お店はポートタワーの近くにあって、カフェの目の前にある高さ22メートルの鯉のモニュメントが目印になっています。何でも世界的な建築家のフランク氏が30年前にデザインしたそうで、すごく存在感があるので皆さんもぜひ見に行ってみてください。ちなみに動画だと少し伝わりづらいと思うんですけど、ビルの7階から8階ぐらいの高さはあるみたいです。店内は広い空間に木のインテリアが入る開放感のある作りになっていて、席数はなんと100席以上もありました。おすすめは2階の席で椅子がふかふかしているので1階の席よりもくつろげると思います。実際僕も少しうとうとしてしまいました。メニューに関してはお昼はランチやビュッフェ形式のメニューもあるみたいです。ただ少しお値段が張るので僕はカフェメニューがおすすめです。もともとトゥーストゥースさんは神戸でパティスリーを経営しているため、このお店のケーキはどれも美味しそうでした。残念ながら今回は食べたいケーキが売り切れてしまっていたのでコーヒーを注文しました。蜂蜜のオーレにも興味があったんですが、かなり甘い飲み物ということだったので、僕はブラックのコーヒーにプラス100円でホイップを追加してもらいました。ブラックコーヒーの苦さと甘さ控えめのホイップクリームがちょうどよく合わさっていてとても美味しかったです。最後に紹介するのは三宮駅から徒歩9分のところにある神戸西村コーヒー店北の坂店さんです。今回紹介したスターバックス北の坂店から歩いてすぐのところにある老舗のカフェなんですが、1995年までは会員制の喫茶店として著名人しか入れなかったお店です。そのため店内はかなり高級感が漂っていて、どの調度品もアンティークのものばかりでした。特に店内にある大きなオルゴールは1890年代のドイツのメーカーのもので、今ではお目にかかれない貴重なものだそうです。ただお客さんの層に関しては想像していたよりも他のカフェと同じように普通のお客さんが多かったです。お店に入るまでは神戸マダムとかすごくお金持ちの人がたくさんいるイメージだったんですけど、思いのほか店内はアットホームな感じでした。メニューに関しては一般的なカフェのメニューに始まり、アルコールなんかも置いてました。ただ全体的に普通のカフェよりも価格帯が高くて、ドリンクも1000円からが基本みたいです。なのでどうせなら1300円のケーキセットにした方がお得だと思います。今回僕はお店に入る前から決めていたカフェロワイヤルを注文しました。このカフェロワイヤルはブランデーを染み込ませた角砂糖に火をつけて砂糖が溶けたコーヒーを飲むんですけど、ブランデーの香りと炎の演出が見た目にも面白かったです。ただ今回僕は昼間に行ったんですけど、夜の方が炎は綺麗に見れると思います。味に関しては僕はいつもブラックで飲むので、アルコールや砂糖が入ったコーヒーは得意じゃなかったみたいです。西村コーヒー北の坂店さんは神戸らしい海外の雰囲気が感じられる面もありながら落ち着いた雰囲気のお店だったので、皆さんにもぜひ行っていただきたいと思います。これで今回の紹介動画は終わりになります。気に入ったカフェが見つかった方はぜひ気軽にいいねやコメントいただけると嬉しいです。正直もらえるとかなり嬉しいのでお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。
最後まで見ていただいてありがとうございます。